はいどうも、いつきんです。本日、新たな英雄が2体発表されました。今までも新英雄の紹介してきたんですが、内容が重複している部分もあったので、今回からちょっとやり方を変えて、公式映像を参照しながら、どのようなキャラなのか考察をしていきたいと思います。来週26日に実装されるのが、星4月英雄、金光のフューリオスと、星5制約英雄、リフの2人。どちらもストーリーにてすでに登場済みのキャラですが、どのような英雄になってるんでしょうか。まずは金光のフューリオスから見ていきたいと思います。はい、それではまず金光のフューリオスから見ていきたいと思います。まずスキルアニメーションから、ビジュアルはかなり渋いおじさまキャラで、個人的には結構好みなタイプですね。さあ、それでは、フューリオス、ステータスどうなっているかを見ていきたいと思います。はい、こちらですね。スピード106の、クリティカル率が 27%、刻印集中もクリティカル率ということで、かなりクリ率は節約ができそうな、キャラクターになっています。で、どっちかというと火力寄りのステータスなんですが、スピードはそんなに速い方ではない。最近でね、比べると、遅い方ではあるので、そのあたりがどう、関わってくるのかというのも、見ていきたいと思います。それではスキルを見ていきましょう。スキル2ですね。味方全体にスピードアップのバフ。そして自身に憤怒を3ターン付与した後、自身に追加ターン発生させるということで、憤怒が新しいバフですね。防御力と効果抵抗率が 30% アップするということなんですけども、効果抵抗率 30% アップは正直何のためにあるのかがちょっと現段階ではつかめません。一応最後まで動画を見たんですが、そんなに必要かという感じの、ちょっともったいないかなという感じですね。そして書いてある通り集中型のスキルなので、追加ターンの後はスキル1を使うことになります。なので、フンヌの防御力アップも合わせてですね、持久戦をするタイプの英雄になっていると思います。最近かなり防御力推しが多いので、運営的にもクリーブをかなりね、手こ入れしてきたので、今度はそれに対抗するキャラとかを作っていっているのかなという感じはします。さあ続いてスキル3ですね。敵全体を攻撃し、アクションゲージを 30% ダウン。自身の防御力が対象の防御力より高いほど、対象の防御力を最大 60% まで貫通し、敵の根力を10除去するというスキルになっています。集中タイプのスキル3なので、いきなり使うことはできません。アクションゲージダウンとか、防御力貫通効果、そして根力除去がついているので、おそらくあのキャラの対策かなという感じなんですが、この後のバトル例でも、やはり使っていました闇テネ対策と、対策になるかはちょっとわからないんですが、闇テネを意識したスキルになっています。なのでおそらくフンヌの効果抵抗率 30% アップも闇テネのスタンを防ぐためにつけられたんじゃないかなと思うんですが、おそらく防ぐことはできません。スキル2が4ターンなので、追加ターンも考えると、そこそこの頻度でスキル3使うことはできそうかなと思います。はい、そして最後、スキル1ですね。敵単体攻撃のアクションゲージアップ、そして40%の確率で同じスキルで追加攻撃が発動というタイプになっています。2回攻撃は最近デメリットの方が多い場面もあるんですが、フューリソンの場合は集中が溜まるので、なるべく2回動いてスキル3を打っていくという形になりそうです。2回動くことでアクションゲージも 30% アップになるので、フューリオスの行動頻度はかなり高いのかなと思います。はい、というわけで1月26日にフューリオスが新品召喚に登場するということです。それでは続いて公式のバトル例見ながら使用感とかを見ていきたいと思います。まず1戦目はですね、やはり闇テネ相手に出していますね。そしてアロウェルも入っているので、受け持ちダメージをありながらどれぐらいダメージが出るのかっていうところも見ていきましょう。そしてフューリオス、導きをつけて潜伏してますね。やはりスピードがそんなに速くないので、導きをつけて守っていくという運用が想定されていそうです。それを考えるとですね、初撃、闇テネの攻撃受けないので、フンヌの抵抗率は一体何のためにあるのかっていうところがちょっとね、まだ今のところつかめません。
さあシールドはね、貼られて、この後バサールで反転させて、フューリオスが2回動いて、スキル3が使える状態になってます。結構こう見てみると早いですね、溜まるのが。集中キャラの中でもかなり溜まるのは早い方かなと思います。さあ反転させて、いい感じにダメージを与えながら、ゲージアップをして使うと。さあどんぐらいダメージが出るのかってとこですね。護衛が入ってますので、軽減はされるんですが、さあ、フンヌと防御力アップ両方ついているので、さあ、8600、闇テレミ8600、そして受け持ちがあるアロエルには1万以上のダメージが入っているので、火力はあるのかなという感じではあるので、持久戦タイプを好みな人は結構使いやすいかもしれないですね。ただ他のキャラクターの方がやっぱり火力高かったりとか、するので、ランディとかね、特にスピードアップ被ってたりとか、防御貫通被ってたりするので、比較対象に上がってくると思うんですが、それと比べて、どのぐらい使いやすいかというところで、おそらくね、選ばれると思うんですが、ちょっと星4で神秘召喚だけが入手手段と考えると、ちょっと、わざわざ行くのは怖いかなという感じですね。さあ、2回また動いて、もうこの時点で、集中が2溜まってて、スキル2がもう次使えるのかな。さあ、連射で、G を落として、で、フューリオスのターン。はい、スキルに使いますね。なので、結構スキル3、2回目以降めちゃくちゃ速そうな。もちろんね、スキル1が派生しないとあれなんですが、なかなか、早いし、そしてフンヌが3ターンなので、今ね、やったみたいに防御力アップをこう、待ってからスキル3を使うっていうのも、できそうですね。やりやすそうです。最近防御力アップもね、増えてきたんで、合わせるのはなかなかやりやすいんじゃないかなと思います。さあ、ちょっと飛ばして2戦目見ていきますか。さあ、2戦目は、似たようなキャラのランディが相手にいますね。さあ、これはリリアスの覇気で防御力上げてるという感じですね。この覇気と防御力アップ、フンヌ全部重複するので、全部合わせるとめちゃくちゃね、火力が、出るんじゃないかなという気もします。さあ、アーディンのスキル3。剣バフがなく、デバフがついているので、ほぼダメージは受けないという感じですね。あとね、地味にスピードアップバフって結構貴重で、結構強いので、それだけでも一応、価値はあるかなとは思います。ただちょっと神秘を引きに行く勇気は僕は今のところないですね。さあ、連射で、全バフ解除。これで防御力アップも乗ると。これで今、はい、フンヌ乗ってますね。で、追加ターンで、覇気が消えてしまうので、ちょっと相性はリリアスとは悪そうですね。全部乗せるんだったら、ちょっと1ターン目にリリアスのスキルは温存してからの方が、最大火力は出しやすそうです。さあ、抵抗30%アップしてても、当然のようにね、アーディンの強化負荷が入るので、本当にこの抵抗アップは何のためについたのかが、まだわかりません。さあ、そしてスキル3。さあ、ヒットしましたね。さあ、これで反撃で、ギリギリ生き残りましたが、大体の場合死んでいるでしょう。でも結構火力やっぱ出ますね。はい、というわけで、フューリオス見ていただきましたが、どうでしょうか。性能的には僕嫌いな性能ではないんですけど、どうしても神秘星4ということで、入手手段がかなり限られてくるのと、前々回の、光アンジェリカ、そして光ドミニエル、めちゃくちゃ痛い目見たので、ちょっと今回は引きに行くの怖いなということで、おそらく僕は引きには行かないと思いますが、
強さ的にも強いキャラではなくて、中程度はあるとは思うんですけど、防御力のキャラでもあるので、耐久力もあるし、持久戦には向いてると思うんですが、やはり依然流行りはクリーブ系、アグロ系なので、ちょっとまだまだパワー不足感が否めないキャラかなという感じです。さて、気を取り直して次は制約英雄リフを見ていきましょう。リフは非属性のまたまたアーチャー、そしてスピード115とかなり速めの、キャラクターになっています。そして効果命中が覚醒で30%上がるのと、刻印集中が効果命中ということで、デバフ系のキャラかなという印象を受けます。非属性は最近影が薄かったんで、ステータスを見た瞬間火力系のキャラが良かったなと思ったんですけど、この後スキルを見てみると印象が変わってきます。それではスキルを見ていきましょう。まずはスキル3から、敵全体の強化効果を2つ解除し、強化負荷を付与する。そして自身のアクションゲージを 50%、味方のアクションゲージを 20% アップさせるという、めちゃくちゃ強いスキルとなっています。このスキルは非攻撃スキルなので、天敵のポリティスやセリン存在するんですが、今の環境ではあまり機能しているとは言えないので、そこは無視してもいいと思います。なので、非常に強力なスキル、そして個人的には闇霊最近使ってるんですけど、闇霊とも合わせやすそうなので、非常に楽しみなスキルになっています。さあ、そしてスキルに、攻撃力と防御力が最大 30% アップするパッシブスキルになっています。フューリオスに続いてこちらも防御力が上がるということで、耐久面にも期待ができるのかなと思います。むしろフューリオスに比べてこっちの方が永続なので強いまであります。さらに、火傷のダメージが 30% アップするという初めての効果がついています。バトル例では船長プラントも使われているので、おそらく味方の火傷ダメージも増えるんじゃないかなと思われます。それだけでも併用できる英雄が数多く存在するので価値があります。そして最後、スキル1ですね。50% の確率で撃爆までしてくれる火傷スキルになります。これを見た瞬間、サポートキャラかなと思ってたんですけど、ランディとか闇テネに関しては倒す役としても、サブ火力というような立ち位置で期待ができそうです。撃爆ができなかった場合でも闇霊とかで撃爆ダメージが増えてくれるので、個人的には非常に満足な、スキル性能をしています。さあ、そして制約英雄ですので、異物もセットで実装されます。リフの異物なんですが、貫突でゲージが 20% アップ、スキルと合わせたらスキル3の後になんと 70% もアップするという効果になります。さらに次の攻撃時、火傷を付与するチャンスが生まれるということで、スキル1で火傷もつけれれば、2つ付与した後撃爆をできるチャンスが生まれるということで、より火力が上がるというような異物になっています。はい、というわけで異物結構強そうなんですが、リフにつけるかはちょっと悩みどころかなという感じはします。異物自体はね強いんですが、やはりリフ、アーチャーということで、スピードもね結構速めではあるんですけど、やはり最近もっと速いキャラもいたりするので、定番のね導きの光をリフにつけたりだとか、あとアクションゲージの増加量で言うと、姿なき観測者も貫突で 20%、そしてこちらは根力を獲得できるので、リフで言うとスキル1で使うことができるということで、確実に最初のターンで撃爆も狙えるという異物になってます。さらにはですね、イベントで最近来たこれですね。捕獲の印ですかね。スキル1を使用した後、クリティカルが発生しなければ、最大 100% の確率で火傷を付与ということで、こちらはもう確実にね、毎ターン火傷をつけれるという異物になっているので、結構使える異物がですね、アーチャー多いので、別段こう貫突を狙いに行かなくても、一応ね、工場キャラなので、手に入るチャンスはね、いくらでもあるということで、わざわざね、狙いに行かなくても、他の異物でも代用ができるんじゃないかなというところです。はい。というわけで、リフは、こちらも1月26日にピックアップ召喚されます。それではバトル例をね、見ていきましょう。個人的にはこっちの方がね、楽しみです。さあ、やはり、これはアロエルが入ってますね。もう最近アロエルばっかりで、もう開幕絶対シールドついてるんで、
さあどうなるでしょうか。この対戦相手結構見ますね。チャンピオン帯とかに多く存在するかなと思います。さあ、リフがスキル3。さあ、これ強いですよ。ゲージも上がりますからね。さあ、上げて、はい、強化負荷をつけます。そしてアロウェルの護衛も剥がれてますね。そしてそこから、プランで、デバフをつけていく。さあ、エンジェリカがこれパッシブで、消してくるんですけど、強化負荷だけが消えるので、プランをね、結構使うときにエンジェリカ入ってると嫌なんですけど、それも無視していけるという。あ、そして激爆が強い。さあ、激爆で一気に、チェルミアを倒します。これしかも連携出る心配がないので、連携事故も心配しなくていいっていうのがめちゃくちゃいいですね。さあ、そしてバサールでもゲージアップができる。回転速度が半端じゃないですね。僕の場合最近だと闇霊なんで、闇霊もね、ゲージアップできるんで、それでゲージアップどんどんしていくっていう形になりそうなんですが、いや、このキャラはデバフキャラと見せかけた火力にもなるっていうのは非常に恐ろしいキャラなんじゃないかなと思います。特にプランがね、今強いので、合わせやすいキャラではあるので、めちゃくちゃいいですね。さあ、そして再び激爆。そしてプランでも、激爆をしていくと。いや、これはね、強いです。間違いなく言えます。このキャラはもう間違いなく強い。これは自信を持って、言えるほどのね、スペックを、持ってますね。これはちょっと、トツも狙いたいぐらいかなという感じは、あります。やっぱり、火傷の激爆があるっていうことで、攻撃力もね、上げたいので、効果命中も捨てられないと考えると、ちょっとでもね、トツをして、陣形の、恩恵を受けたいというようなキャラじゃないでしょうか。これプランはさっき言った捕獲の印ですね。火傷をつけています。そして2戦目は、相手のリリアスから、これはもう抵抗系ですね。抵抗を上げて、ゲージダウンとかも防ぎつつ、リフで、さあ相手にランディいます。これちょっと見たかったんで嬉しいですね。さあランディ、潜伏してても、解除して、さらに強化負荷で再び潜伏に入るのを防ぐと。そして、魔人の影。これも火傷持ってるので、スキル3を使った後にって感じですかね。さあ封印入りませんでしたが、ダメージはそこまで高くないと。さあ命中ダウン入れて、サルウェルが、耐えて反撃。いや、なかなか使いやすそう。ランディとか、闇テネがね、やっぱり最近結構強かったんで、闇テネに関してはちょっと激爆を入れることができないので、あれなんですが、ランディにはめちゃくちゃ強そうですね。さあ、けど入れて、激爆出ない。でもこれ、激爆出なくてもですね、もう火傷2つ入るだけで結構ダメージがね、30%上がってるっていうのもあって、倒していく。いや、これはめちゃくちゃ強いんじゃないですか？特に船長使ってる人今めっちゃ多いと思うんで、火傷のダメージ上がるっていうだけでも、非常に、使いやすいキャラかなと思います。いてもね、この火力もちょっと出してくれるっていうのが非常にありがたくて、RTA なんかでも非常に使いやすい、キャラなんじゃないかなと思います。いや、これはね、欲しいですね。このキャラ、めちゃくちゃ強いです。さあ、そして魔人で火傷入れて、魔人だけでもう倒しちゃいそうですが、これで激爆が入ればっていう感じですね。さあ、根力使って100%で激爆をしていくと。いやー、強い。2万ですからね、サポートキャラで。これはかなり期待できそうです。はい、というわけで、リフも見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回は2つセットで紹介したんですが、明らかにリフの方が魅力的に見えたので、ちょっとセットでね、出させていただきました。もちろんフューリオスも、いいキャラ、個人的には好きなキャラなんですが、手に入りづらいというところを考えて、
今回はちょっと引かずに、リフだけ狙っていこうかなと思います。皆さんも感想などありましたらぜひね、コメントで、書いていただければ、使い方とかももしね、あったら嬉しいなと思います。というわけで、今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。